じゃん。お、始まったかな。茶番なしか。茶番。あれ来ないなって。僕も。あ、してる。あ、やべバレた。やべ。小芝居。茶番としてるかどうかわかんないですけど、でも今日はずいぶん立派な背景が。そうそう、ちょっとうちの国庁福祉センターっていうのをリノベしまして嘘ですけどリノベバックシーを引いてみたっていう風な、ちょっといつもねなんか穴蔵でやってるみたいな感じになってて、さっきも3人で一緒にちょっと予告動画撮ったんですけど、完全になんかトランプサポーターみたいなですね。ちょっと、アングラカルト組織って感じでしたから笑ってるなのでもうちょっとあれです、明るくしたいなと思って今日はちょっと黄色いバッグを持ってきました。で今日はですね実はこれ新シリーズだというふうな私の勝手な認識でございまして、さっき初めて聞きましたけど、ブラックさんジュークボックスっていうシリーズなんですけれども、北欧のカフェにやってきた Q アノンね、はい、ありがとうございます、その通りです。でコメントを読んだだけなんですけどビハインド・ザ・シーンっていうシリーズ名を勝手につけまして、今後ちょっと音楽シーンのキーパーソンとか気になるミュージシャンとかをですねお迎えしていろいろお伺いするっていうシリーズをやりたいなというふうに思ってる次第で、素晴らしい。で、今日その栄えある1回ということで去年の暮れにそれこそ三船さん来ていただいた時に、やろうって話になってね、言ってましたね。ようやく実現したっていう。そうなんです。11月ぐらいにやった。そうなんです。リリースの直後にやらせていただいて、そうなんですよ。皆さんご無沙汰しております。2ヶ月を経て、そうですね。皆さん明けましておめでとうございます。よろしく今年もよろしくお願いいたします。そうなので一応ちゃんと紹介するといっぺんに喋らないでもらっていいあっちが大熊さんでございまして、ロットバルトバロンの三船雅也さんでございます。三船です。今日はよろしくお願いします。で今日はもうロンドンとつないでですね、ダン・キャリーさんにあれやこれやお話をお伺いするっていうふうなことなんですけど、そうなんです。どうですか。なんかちょっと三船さんとダンさんの関係だけちょっとお伺いしておいていいですか。そうですね。ダンは実際今回お話しするのは初めてなんですけど、この間出していただいた時にですね、極彩色の祝祭というアルバムをリリースしまして、その時に曲をミックスしていただいて、アルバムを実際に制作を手伝ってプロデュースというかミックスをしてくださったのがダンさんでして、そこで彼のUK の今をときめくサウンドクリエイターであり、ブレーンである彼の哲学をアルバムに入れていただいたっていうのが去年夏ぐらいかな、初夏にずっとメールでやり取りさせていただいたっていうのが始まりです。なるほど。どうでしたか、ダン・キャリーさんは。さすがです。音の作り込み本当に素晴らしくて。なるほど。なんだろうな、本当になんていうのかな、デジタルプロセッシングもあるんですけど、アナログの機材をちゃんと使って立体的に音を構築していくっていう、それが古き良き方法でね、彼もずっと長いキャリアがあるので古き良き方向で音を作ってくれるんですけど、それプラスなんていうのかな、今のサウンドデザインというか、それこそね、もうすぐ後でたっぷり話すと思うんですけど、フォンテニアス DC とか今の UK のシーンを踏まえたサウンドメイクをしてくれる、その温かみがあるけどどことなくクールだっていうのがすごい特徴的だなっていうふうに実際一緒に作業して思いましたね。なるほど。大熊さん的にはダン・キャリーさんっていうのはちょっと音楽評論家的なその感じでちょっと解説いただいていいですか。音楽評論家的な解説はね、あれですけどもね、僕が最初に意識したのはやっぱりフランツ・フェルディナンドの「トゥナイト」ってアルバムがあったんですよね。3作目、最初の2枚でフランツ・フェルディナンドっていうのはすごい多分ダンさんもご存知か分からないですけど、日本で信じられないぐらい人気のあるUK バンドに当時なってたわけですけども、でその後3作目の「トゥナイト」っていうのはね
2作その前の2作より結構実験的だなっていうふうに当時思ったんです、でもね、そこは僕すごい好きで誰がやってるんだろうって思ったらダン・キャリーさんだったっていうのを、その時も知ったわけですが、それより前にはカイリー・ミノーグの曲とかを作られて一緒にね1曲作って、それが大ヒットしたりだとか、っていうでリリー・アレン、ホットチップ、あとなんかミステリージェッツ、ブロックパーティー、エンタラカンタラ、すごいいろいろなたくさんの方々のプロデュースミックス手掛けている、すごい方なんですけど、トゥナイトっていうのは2008年とか2009年とかだったと思うんですけど、その頃から何年かを経て今大注目のプロデューサーになんか今日買ってきたんだよね。仕込みがだんだんだんだブラックミデんでね、なんかおった気にしないでね。でね、なんかバラバラ落ちてるよ。大丈夫？なんかいろいろ落ちてでんブラックミディ。おう、ほんとにででんダンめっちゃ笑ってますよ。なんだお前もう。テンペストででんで、これ今日出たばっかりですよ、ゴートガールのね。ゴートガールね。いやこの辺も全部だから、これ今をときめくバンドをプロデュースするようになったダン・キャリーさんですよ。すごいだからでんはい。そんな長くプロデューサーっていうのはね、最もトレンドに左右されるお仕事の一つだとも思うんです。だからそういう方がその長いキャリアを経て、でしかも今ご自分自身でねレーベルも運営されてるってことで、そんな人も思いつかねえなって感じで、だから楽しみだなという感じでございます。話をすごいよな。いや僕は本当に実はほら UK ロック疎い人なのであんま知らなかったんですよ実は。僕結構本当に偏った音楽リスナーなので。アメリカ育ちですか？アメリカ育ちなんで。ガンズとかね。そうそうだからいやだからね僕実はスピーディーワンダーグラウンドで知ったんだよ。そうっていうちょっとなんかずれたあれなんですけど、でもやっぱりそのレーベルのあり方が本当に面白いなと思って、それはちょっとなんか僕は全然音楽業界の仕事じゃないけど、なんか参考になることがあるような気がしていて、なんかそういう話を今日はできたらいいななんて思ってますよ。ね。楽しみですよ。楽しみです。しっぽりしちゃったしっぽりというわけで、もう呼び込みましょうか。来ていただけますか。じゃあ、今ロンドンとつながっておりまして、さっきは僕らの正面にある画面にはずっとダンさんで出てらっしゃるんですけども、そちら見ながら私たちお話しさせていただこうと思うんですが、じゃあ、おつなぎします。ダン・キャリーさんです。どうぞ。Hi. Hey. Oh, How are you doing? Nice to meet you. Nice to meet you today. はい、やっとお会いできましたね。Finally. 今はロンドンは何時になるんですか？It is Kind of noon, it's right? about midday. Yeah. なるほど。で、そちらがちょうどお昼です。お昼。そちらがスタジオになるわけですね。Yeah. はい、 I'm そうで always す。 at my studio. いつもスタジオにいます。なるほど。あれ、そっか。余計なお世話ですけど、お住まいはそのお近くでいらっしゃるんですかYeah, I live upstairs above the 2 studio. 階に住んでる。この真上に住んでます。想像以上に近くですね。夢の暮らしです。わなるほど、夢の暮らしじゃないですか。それすごいな。なるほど。これちょっとなんかこうやってスタジオの中ちょっと見せていただいたりしてもいいですか。Yeah, of course. Yeah. So, わー、すごい。well, that's the sort of the electronics corner. And then 電子楽器のコー over ナー here's です。 the piano, guitars, drums. And then ピ there's アノ、 all ドラ the ム、ギターがあって、 mixing stuff. ミックス用の機材とか積んであって、 And then わー、すごい。 is it ready? The bull's head. 以上です。なるほど。 Beautiful。なんかなんかの頭があった。ここで一通り取れるんですか？
何ですか、ロックドラムとかそういうのも含めて。Yeah, yeah, drums as well. I have drums in the far corner. I really like when I'm recording. I don't like being separated from the other people. You know how in some studios you have a control room and then glass, and you have to talk through. It's like this, you know, you have to talk through communications. Whereas I much prefer just everyone being in the same room together. So that's why I built it like that. みんなと同じ部屋にいたいんですよね、レコーディング中。なんかよくスタジオでいわゆる録音部屋があって、ガラス越しにコントロールルームがあってって別部屋になってるスタジオとかあると思うんですけど、でそこでなんかトークチャンネルを通してこう会話する、まあ、今みたいな感じで会話するのがちょっと苦手で、できるんだったらプレイしてる人たちと同じ部屋に、いたくて、なのでドラムも隅にありますよ。なるほど。なんかあれですか、そのちょっと変な話ですけど、コロナの影響とかっていうのはそのレコーディングの作業自体とかにも影響は結構ありそうですか？ Yeah, it's terrible. It's basically just put everything to a stop really, and then in the summer, where things eased up a bit, we were able to do. So I did an album with Squid in the summer when things were okay, but now I'm just working on my own again. So yeah, it's terrible. There's no gigs, no recording really. I mean, there's quite, you know, you can do stuff remotely, but the whole thing about getting a band together and playing in a room with people has gone for the time being. ひどいもんでやっぱり全てがこう止まってしまったんですよね。で去年の夏は少し状況が良くなったんで、その時にスクイッドの新作のアルバムをレコーディングしたんですけど、またやっぱり全部止まってしまって、ライブもできない、レコーディングもできないっていうので、いわゆるリモートでできる部分もあるんですけど、そのバンド、特にバンドみたいに同じ部屋でみんなで一緒にこう演奏するってことができなくて、なかなか厳しいですよね。なるほど。これはでも、どうしようもないっちゃどうしようもないんですよね。Yeah, exactly. So you just, I mean, in some ways, I think the thing to try and do is if when there's a situation like this, to try and do something that you can benefit from. So, I mean, for instance, I've been writing a lot of electronic music on my own, just stuff that I might not get time for usually. I'm just spending a long time doing kind of quite experimental electronic stuff that really it's best, it's fine to do that on your own. So, I've done some interesting things. So I wouldn't like to carry on forever like this, but it's not too bad, Mm-hmm. こういう時だからこそこういう時しかできないことってことを、あえてやる。なので今他のバンドとの仕事ができない分、自分一人で何かやるっていうことで、実は最近電子音楽エレクトロニックミュージックを自分一人で作ったりして、普段は忙しくてなかなかできなかったことを今結構やっているんであって、実験的な音楽を作ってみて結構面白い。ずっと続くとそれはそれで困るんだけど、なかなか時間をそれなりに有効活用してます。いいですか？周りのその若いそのバンドとかはやっぱり、アルバム出してもライブができないとかっていう風なやっぱ状況なんですよね。みんなその Yeah, and it's really difficult for the bands that are just starting out, because when the gigs were okay, you can make a living by doing small gigs all the time, but for the bigger bands, it's okay because they've got royalties coming in and they've got all, once you're established, if you take a break, it's not the end of the world. But I think the bands that were, just about to release their first record, and that's had to be put back or there's no gigs, I think they're the ones that are really suffering. I feel really sad for lots of the bands that, that I know through the Windmill. There's a whole scene in South London based around this place called the Windmill, and it's where lots of bands start out, and there were loads that, it's hard to know if it'll even be possible for them to carry on, because there's just no way of making any money, and it's expensive to live in London if you're not making any money.
特に駆け出しのバンド厳しいですよねっていう、いわゆるこう確立してるアーティストであれば印税とかが入ってくるからある程度特にライブとかができなくても生活していけると思うんですけれども、これからアルバムを作ってデビューするみたいな駆け出しのバンドだとやはり細かいちっちゃい会場でライブをやってでそうやってお金をこうなんとか食いつないでいくっていう形で活動してたバンドは結構厳しいねっていうことでサウスロンドンにウィンドミルという、結構いろいろな登竜門っていうの、バンドの登竜門みたいなところがあってやっぱりそこに出てるようなバンドの中にはすごくこの状況が大変バンドに厳しくてこのまま続けられるかどうかわからないみたいな人たちっていうのもいるからすごく大変だよ。そうですよね。僕この間ブラックミディとあとブラックカントリーニューロードってそれもダンさんのレーベルからスピーディーワンダーグラウンドから最初出されたバンドが対バンウィンドミルを救済するためっていうので対バンする配信ライブっていうのを見たんですよ。まずウィンドミルっていうのはそちらの今のスタジオから結構近いんですか？なんかやっぱり Yeah, it's really close. It's five minutes from my house. 5分ぐらいの距離になりそうです。And so it's kind of, it's a place where in normal times I spend a lot of time there because if I often discover new bands there because the Tim who runs it books really interesting new stuff, and also I sometimes have bands playing there. If just before recording an album, if a band has just come to London for the first time and I'm going to start recording with them, often what I do is have them play at the Windmill and just kind of just get a feel for what it's like. We did that with Fontaines DC when they came here to record. Just the night before we started recording, we organised a gig at the Windmill just to kind of get into the London thing, and it was brilliant. It was so good, and they loved it. Everyone loved it. So it's an amazing place. And lots of bands like Black Country New Road and Black Midi started there, and it's important. So that's why everyone's trying to support it. There's been all sorts of, people have done fundraisers to raise money for it to keep it open while no one can go there. And everyone's been doing. There's been an auction. I auctioned off some test pressings and some bits of equipment from my studio, like my smoke machine. That's great. And people are giving away also just anything to raise money for it, really. It's nice to see. 普段よく行くんですけど行くと、そこの経営してるチームが面白いバンドいっぱいブッキングしてくれるからっていうので、行くと面白いバンドに出会えるし、あとは自分が仕事するバンドもあえてそこでライブをブッキングしてもらってプレイしてもらうんだよねってそのレコーディングに入る前に一度そういったロンドンのライブハウスで演奏してもらうとなんか雰囲気が分かるからっていうのでフォンテンス DC でもやらせてすごいライブ盛り上がったってことなんですけども、今おっしゃってたブラックカントリーニューロードとブラックミディとかもそうだし、ウィンドミルを、結構みんないろいろな形でサポートしようとしてそういう募金したりとか、あと、自分もそのテストプレッシングなんかをオークションに出したりして募金活動とかして、営業ができない間なんとか続けてほしいっていうのでサポートしてるんだ。そもそもやっぱりそのレーベルを立ち上げられたのっていうのはなんかどういう思いからだったんですか？なんかやっぱり若いバンドになんかチャンスを与えるっていうようななんかそういうやっぱり思いからだったんですかねNot that the way it started wasn't so much about that. The reason I started it was that I was frustrated with how slow the industry can be to move. So I was finding that I'd make a record, present it to the label, and then it wouldn't be released for maybe 6 months or sometimes 9 months. And by the time that time has passed, you've kind of moved on and you're interested in other things. I don't know. So I wanted to have a system whereby you could get together in the studio, make something, finish it off the next day, and then master it and release it. The idea, what I wanted to do is to do it, literally the next week. And it's not practical because of vinyl, but
is very, very quick. So that when you hear, if you buy a Speedy Wunderground record, the idea is that you know that it's only a couple of months old. It hasn't been sitting in a label for 6 months or a year. And just to me, that's more exciting because everything's new. I used to read these stories about in the 60s in London when people, you know, these 60s bands and producers like Joe Meek or whatever would make a record and then they'd finish it, they'd send it straight to the radio station, they'd play it that afternoon. I just really liked that. So I wanted to recreate that. So originally it was more about speed. And then it just, I suppose because that works better with bands that haven't really, they're not signed to big labels and they don't have a big album campaign going on necessarily at the time. So that's why it sort of started becoming about new bands. And that's just become a fun thing about it, is releasing stuff by people when it's their first release, you know, because it's fun to help people's careers start up. Beautiful. That's a great way. 初めはそれよりもまずスピード感ですよね。やっぱりこうレーベル音楽作ってからでそれをレーベルに提出してでそれが世に出るまで6ヶ月9ヶ月かかる時もあるっていうぐらいすごく時間がかかったのがやはりすごいじれったいなと思って自分作った本人としてみるともう6ヶ月後とか9ヶ月後って多分違う音楽にもう目が移ってるわけだからなんかこうすごい古いものを世に出されてるっていう感覚がするのがすごく納得できなかったっていうことでいわゆるこうスタジオに入ってでみんなで音楽録音してでそれが完成したらそれをマスタリングしてもうそれこそすぐにリリースできる、翌週にリリースできたらいいんだけど、アナログとかだと少し時間がかかるけどもすぐに出せるそういった環境というものを作りたかったっていうことなので聴く人も多分聴いた音楽が2ヶ月ぐらいしかその録音してから経ってないっていうぐらいフレッシュな状態でこう聴けるって言ってその方がワクワクするじゃんっていうので初め作ったと60年代にジョー・ミークとかそのレコーディングしてレコード作った時に作ったのをそのままラジオ局に送ってもラジオ局をその場でかけてくれるみたいなその即効性みたいなやつっていうのがすごくワクワクして楽しいかなって思って始めたでそれが結果的にやはりそのまだ駆け出しの若いバンドにすごく合ってたっていうなんか大々的にアルバムのキャンペーンをすごく前準備してこう作んなきゃいけないっていうわけじゃない新人のバンドとかがだんだん中心にこうなってきたっていうレベルになって結果的にそういうふうになってファーストアルバムをそういうふうに出していくことが多くなった。なるほど。だからスピーディーワンダーグラウンド。そうだからスピーディーワンダーグラウンドって言うんですね。Yeah, partly, underground and speedy. Yeah. なるほど。アンダーグラウンドでスピーディー。なるほど。基本的にご自分のそのレーベルでスピーディーワンダーグラウンドで出すアーティストっていうのに関しては何かこう明確なクライテリアっていうのはあるんですか。こういうものを出すのであるっていう風なジャンルだったりとかなんかあります？ There's not really a genre. I don't mind kind of if it's a different if it sits outside the normal genres that I've done before, but it has to make a feeling in me that it's hard to describe. When I hear something, I like to feel just like Wow. I can't put it better than that. I have to be really excited by it and just think this is crazy. It has to be slightly crazy, and so it could be anything really. But it just, I suppose, I have to feel that I haven't heard it before. I'm not really. I really don't like the idea of releasing music that sounds the same as something that's already been done. I'd like it to be always kind of something that's different and fresh. ジャンルは関係ないんですけど、なんか自分が感じなきゃいけない、言葉にすると難しいのでなんかこうあーってなるっていうふうに言ってたんですけれども、なんかワクワクさせられるこれ最高とかこうなんかうわーってなる感じのものだったらどんなものでもいいかな。でもやっぱ聞いたことがないものであるっていうのが大事で、すでにあるものと同じものをもうつまらないよねって。なるほどな。面白い。でもどうなんですかね、三船さん的にもやっぱそうやって作ったものをすぐ出したいって気持ちとかってやっぱ作り手側っていうのはあるんですかね。そうですね、作りたいものをスピーディーに出したいっていう気持ちはアーティストとしてはだと全く同じ気持ちがあって、やっぱりプロモーションのために何ヶ月も待たされるみたいなことがやっぱりあれですよ、自分の気持ちがもう次のステージに行っている中で
昔のアルバムを語らなくちゃいけないみたいなところは、まあ、正直にはある。ただそこに対するフラストレーションでダンがやっぱりレコーディングを作って、まあ、工場のファクトリーのようにすぐリリースして次の日にはお客さんに届いてるっていうのは本当にアーティストとしてというか物事を作る人としてはやっぱりこうあるべき姿だと思う。My original idea was to have a cutting machine in the front of the studio, so you That's cut the great, records right? and just hand them out one by one. Beautiful. 初めのアイデアはスタジオの目の前にこうプレスマシーンを置いて、でもその前でこう配って売るみたいな感じでイメージしたみたいな。It's kind of Dan's recording factory. レコードファクトリー。Yeah, Right? but I mean, but you must know what I mean because but if you make music, the interesting part is just, well, making it's the interesting part. Having to promote it isn't. It's not, you know, just talking about it and kind of playing gigs is fun, obviously. Yeah. As soon as something's finished, you just get a new idea and you want to do more. So True. Yeah. the quicker it is, the better. まあ Absolutely. 気持ちはわかるよねっていう、やっぱりアーティストとしてやっぱり音楽作ってる時がおそらく多分一番楽しいじゃんって、でプロモーションでいわゆるその音楽について延々とこう語らなきゃいけないよりもやっぱりこう作ってる時、あとはまあライブもねもちろんその演奏するの楽しいと思うけど、多分新しいアイディアをどんどん作っていく過程が多分楽しくて、どんどん新しいアイディアがあったらそれを形にしていきたいと思うよね。そういう考えに至るきっかけって何かあったんですか？Well, just I think I had a phase of doing stuff for other labels where, it was slow because I'd finish something and it wouldn't be released for a long time. But then also during that time, people can't help, just fiddling with the tracks and kind of making adjustments. And so it's also when I feel very strongly when something's done, it's done. I don't like revisiting things and kind of get, I hate that thing where you've mixed something and then someone, a few weeks later, they're like, oh, okay, can you mix it again? But can you make that piano quieter or make this? And it's just kind of not the feeling of it, I think, is kind of done at the time. And so it was partly that. And I don't know, I mean, it's not, I mean, that sounds a bit of a negative reason for it, but it was also just to have some fun, and to do recordings that, because of this whole thing where I have the band in for a day to record and everything has to be finished, it has a very playful kind of quality to it. And almost everyone who's done it says it's the most fun recording session they've ever had, because it doesn't feel like work. It feels like you're just doing it for fun, just to see what you can do in a day, and there's no pressure I don't know. So that, it wasn't just about the speed thing. It's about having a way of doing stuff and making it just different from the normal process of recording, which I still like. That's the other thing. I'm always keen to mention that I don't, because the Speedy Wunderground thing is done quickly and it's all done in a day. But I don't always like working like that. There's some records I spend years on, and True. That's good as well. It's not. I don't think all music should be made like this, but it's just one way of doing it. 確かにその他のレーベルとの仕事をしてて、ですごくやっぱりその完成してからそれが世に出るまですごい長い間待たなきゃいけないという経験もたくさんしたし、でその待ってる間結局またちょっとあそこやり直してここやり直してって注文が入ったりとかして、ミックスし終わったのにここのピアノちょっとこうしてくれるとか、ここのところちょっと直してっていうリクエストが入ると、せっかくその時パッと聞いてパッとその集中してやったものを後からこうやって直すのってちょっと違うかなっていうふうに思ったっていうのもあった。でもそういうネガティブな理由だけじゃなくて、なんか
そのバンドが来てスタジオでみんなでレコーディングしても1日で今日レコーディングをするぞっていうところですごく創意工夫が生まれる。だったらこれもやろうあれもやろうっていうそのやっぱワクワクさとか遊び感覚なんか仕事っていうことを忘れてすごく楽しむことができるそのレコーディングセッションみんながなんか今までやったレコーディングで一番楽しかったって結構言ってくれたんだけれども、1日で何ができるだろうっていうところであんまりプレッシャーも感じずにわっとこうやる通常のやり方とちょっと違うやり方ができたらいいなと思って始めたっていうのもある、だからといってこのレーベルで1日でレコーディングするっていうことをやってるけど全部が全部そうじゃなくていわゆるこうじっくり1年間かけて作るものもあるし一概にこう言えるそうねスピーディーさがいいっていうわけではない。その場合どうなんですか？Fontaines DC というか Kae Tempest というか GOAT ガールの場合は、アーティストによってもちろんプロセスが違うと思うんですけど、彼女たちの場合はどういった過程でこうさっきダンさんが言ったようにスピードなのか、それともこうでもダンが言ってたようなその楽しむっていうことをコアに作られた3作だっていう風な感じは僕も感じ取ったんですけど、何かどういう現場だったのかなっていうのをお聞きしたくてですね。Well, they are different. They're different things. So with Kae Tempest, that's a much slower process. We've been building the last record for maybe 2 years, and we spent maybe not every day, but it's a very kind of measured thing. Yeah, that one we spent over 2 years on. But then when we came to doing the vocal take, I played all of the instrumental track live, and Kae did the vocal take all in one take right the way through the record. So even though it was all prepared, what I prepared really was like samples and things. So it was kind of not that complicated to play. It was just piano, sampler, a couple of the Swarmatron, and but it was like, we were able to kind of do it in a take, but so much had gone into it. So I felt that was quite a kind of slow process, not slow, but considered. With Goat Girl, with the first Goat Girl album, we followed a process that I really like, which is to practice a lot beforehand, to get the set of songs, decide on the order of the record, and basically say this: we're going to do side A and side B as whole takes. And and we record on analog tape. Cool. And partly for the sound, but partly for the fact that you can record over it. So we'd say, I've got one tape for side A, and we'll do a take of side A. If it goes wrong, we'll just go back to the beginning of the tape and start again. So even if 3 songs are perfect, if the last one goes wrong, I'm like, no, go back. And the pressure, it's kind of frightening for the band. Okay. But it gives you this kind of, it recreates the feeling of playing a show, because in a show you can't stop and edit, obviously. So it puts this pressure on it, and you kind of also, it means that maybe there's a mistake that comes through, but you leave it to come through because you want to protect the rest of the takes that you've done. So I did that process with Goat Girl, and then when I first met Fontaines, they'd heard the Goat Girl record, and they said, why does it sound so fresh and kind of intense? And I told them, and so I said, okay, we can do that if you want. So we did Doggerel like that as well. 面白い。訳した方がいいんですよね。はい、お客さんのために。みんなそれぞれやっぱり違うんですけど、Kae Tempestはどちらかというと結構じっくり作り込んだんですよね。結果的に2年以上かけてアルバムを作ったんですけど、毎日やってるわけじゃないんだけれども、しっかり準備をして、ただ実際ボーカルテイクを取る時になったら、僕の方でいわゆる楽器をその場でライブでプレイしているのに対して彼女がワンテイクでボーカルを取ったっていう。ただ
その前の準備、作り込みとか準備っていうのはすごくやったんだよっていうケースもあるし、ゴートガールに関してはとにかく前もっていっぱい引き込む、その練習を何度もリハーサルをして、でサイド A、サイド B でそれぞれの A 面 B 面を一気にもう一気にレコーディングをするんだと、アナログテープで。でアナログテープなんで上書きができるということで、もしサイド A の途中で失敗したらまた頭に戻って初めからこうやってやり直すっていうような取り方をして、ある程度プレッシャーもかかるんだけどいい緊張感があって、いわゆるライブの時の同じような感覚で、ライブの時ってお客さん前にいるし、間違ったからってじゃあ初めからやり直すっていうことできないっていうので、いわゆるその感覚と同じで集中力で持って、勢いでやって、でちょっと間違ったものはでも他の部分がいいから残しとこうよみたいな感じで撮ったんだと。でフォンテンス DC の場合は彼らが、ゴートガールのレコードを聴いてすごいフレッシュに聞こえるんだけどどうやったのって聞いてきたんで、同じような感じでドグレルをレコーディングしたんだ。俺もゴートガールのファーストアルバムを聴いた時にすごいフレッシュに聴けました。どうなってるんだって思いました。確かに同じアイディアだった。Oh, good. Well, the new one or the old one? Old one. Yeah. That's how it happened. Yeah. That's how that happened. Yeah. Right. So 同じ。ありがとう。そのやり方割と昔から使ってらっしゃるんですか、それとも比較的最近になってそういう手法っていうのを割と好んで使うようになったんですか？ No. I've only done it. The first record I did like that was Warm Dusha, the first Warm Dusha album, and we just did it like that because there was no money and no time, and we just had to do it really quickly, and it's the only thing I could think of to force this situation where it had to be done. We had to do it in 2 days, so really it was just a practical thing. But then it sounded so good, and the tension in the room when people were like just playing, and like some of the songs they had only written the day before, so they were like, "Is it going to chorus?" No, not the chorus. Chorus. And it was just really exciting, and so I just thought for some bands that's going to be something that works. But I've only done it 3 or 4 times. 最初にやったのがウォームディッシャーのアルバムで、それは本当にその予算もないし時間もないどうするっていうので、苦渋の策として、やったわけなんだけれども、実際、やってみると、すごく盛り上がるし、で前の日に書き上げた曲もあって「次なんだっけあれだよ」っていうようなことをやりながら結構みんなで盛り上がりながら撮ったっていうのがあって、で実際撮ってみたらすごいいい音がになったので、結果的にすごく良かったと。なのでバンドによってはすごく使える手法だと思うけれども、今まで3回か4回ぐらいしかやってない。なるほど。今日ダンさんが来てるのがワンディッシャーですね。ああ、そうかそうか。T シャツ。ね、今日 T シャツ着てるのもでしょ。なるほど。今それこそ若いバンドがダンサーのところでレコーディングしたアーティストがどんどんその大手のレーベルに一種なんていうのかな、吸い上げられていってるというか、そこにちゃんとステップアップしていってるっていう風な状況になってると思うんですけど、結構やっぱり彼らの今後のキャリアみたいなことを考えて一種プロデュースするっていうような感じなんですか？それちょっとどういうそのバンドに対してダンさんは何をもたらしてるのかっていう、そこら辺のどういう考えでやってるかっていうのをちょっとお伺いできると。Well, I think that I don't really think too far into the future, but I do think that when working with a new band, I want to give them confidence and want to, give them, empower them, take their ideas seriously and kind of work with them. I've heard about producers who work with a young band and they just say, no, do that, trust me. And they don't really, it's not such a collaboration, and some people can find it a bit. I've heard people that didn't like that story. And so I like it when a band goes on, because obviously Speedy Wunderground's a small label, and we have started to do albums, but, it's, for instance, Squid, we did a single and an EP with Squid, but then they signed to Warp. Yeah.
for their album, which, at first we wanted to try and do the album on Speedy, and so we were a little bit disappointed when they signed to a different label. But the thing is, and I still get to produce the album, so we made the album, but I don't know, I just saw the first video that came back from the Squid thing, and I mean, it's an amazing video, and there's no way that we could have afforded to do a video like that on Speedy. It's an incredible animation, and so I feel kind of really good because, the band, I still get to work with the band, but they have access to this, this other world really, which is like a huge label like that. So yeah, I mean, either way, I think it's fun to be involved at the start. But I do, if I'm working with a young band or artist, I want to make sure that they have a good experience. なるほど。ごめんなさい。あんまり先のことは考えないんだけどごめんなさいね。新しいバンドにとにかく自信をつけてほしいとやっぱ励ましたいんだよね。なので彼らなりのアイデアがもちろん持ってるわけだからそれをちゃんと真剣に聞いてあげてそれをどうやったらうまくいくのかとかこういうふうにやったらいいよっていうのを助言しながら一緒に作っていきたい。プロデューサーによってはもう頭ごなしにダメだよダメだよこうやるんだよこういうもんだっていうふうに決めつけられることが多くてそれってやっぱバンドの方にとっても楽しくないし嫌だよねっていうことで、そういう気持ちでプロデュースいつも接するようにしてるんだけど自分たちでちっちゃいレーベルだから、アルバムとかもたくさんやろうとしたけどもっぱらシングルとか EP を出してスイートもそうだったしでその後アルバムがワープから出て、自分たちのところで出したいなっていう気持ちもあったけど結果的に自分がプロデュースをすることになってで彼らのそのビデオを見た時にすごい素晴らしいアニメーションのビデオで、自分たちのところでは到底作れなかったなと思うと彼らがやはり自分たちのところから巣立ってそういう新しい世界に入っていくことはすごく嬉しいし今でもその仕事ができてるっていうところをもう考えるとすごくいいちょうどいい理想的な感じだよねっていうことで若い人たちにはとにかくいい経験をしてもらいたいと思ってる。ダンさんから見て今までダンさんはいろんなミックスのキャリアがあると思うんですけど今このウィンドミルを中心として、フォンテニアスとかスクエットとか昨日の確かにスクエットのビデオも素晴らしいと思いました僕も。そこで何か今のジェネレーションのバンドたちは何が違うと思います今までのバンドたちと。I think there's two things there's lots of things, but I think the one thing that the young bands seem to have is this kind of fearlessness. They're not worried about doing something that's different or it might not work or if they just want to try it. And I think that because I think for the younger generation, and it might be something to do with streaming, it might be something to do with the way that people listen to music when they're growing up now. It's all over the place. You can have so many different interests and so many different genres, and it kind of, because it just comes at you in this kind of jumble, you don't have to decide, right, I'm into psychedelic krautrock and that's it, And I think maybe in the past people were more into one thing. True. So you just get bands like Black Midi who've listened to so much different music and, from gypsy jazz to noise punk and electronic stuff and they don't see anything weird about putting it all together and then making something completely bizarre and just seeing if anyone likes it. They're not. Whereas you find sometimes with older bands, who've been around for a while, they're like, oh, this is our 5th album. We've really got to make sure that it's bang on, So, maybe there's a bit of that. That's certainly what I feel from this kind of set of bands that I've been working with. とに
かくみんななんていうのかな、こう何でもやってやろうっていう、こうあんまりこうなんか先のことを考えてるから心配しないっていう、そのこれまでやったことがないことを、これまで誰もやってないことをやってみるっていうことを躊躇しないっていうのか、ためらわないで、うまくいかなかったら別にいいじゃん、一応試してみようよって言って、こうとりあえずやってみるところがすごい感じる若い世代。特にひょっとしたらそれってみんな音楽の聴き方が前の世代と違って、もう配信で聴くのが当たり前になってるから、とにかく幅広い音楽をこうジャンル関係なく聴いて育っているっていうのがあるのかなと。昔だと俺はサイケデリッククラウドロックしか聴かないぜみたいな感じの人が今はいないっていうところで、ブラックミディなんかジプシージャズからノイズパンク、エレクトロニックミュージック、いろんなものを聴いてて、それを全部吸収して自分たちで咀嚼してで、それを消化してで自分たちなりのなんかこう変わった音楽を作ってて、でそういったのを見ると、なんか昔のバンドとかだとまあ5枚目のアルバムだからなんか違うことやらなきゃな、どうしようかなみたいな人とは随分違うなっていう感じがするね。なるほどなるほど、面白い。何聞こうと思ったんだっけな。どうした。頑張って頑張って。なんかある？いや頑張ってくださいって。なんか僕が知ってる範囲の話なんですけど、結構それこそイギリスはいわゆる、教育機関っていうか、その音楽とかも、ブリットスクールみたいな学校とかがあったりして、それがそれなりになんかそのなんていうんだろう、成果を上げてるっていうふうにも見えるんですけれども、なんかイギリスの音楽シーンの中で、そういう本当になんかそういう学校とかなんかそういうものっていうのがどういうふうに役立ってるのか、あるいは役立ってないのかっていうあたり、ちょっとブリーフィングしていただけますか。Yeah, definitely. I think that particularly the Brit School has lots and lots of people have come from the Brit School who've been really good, and I think that it used to have a reputation. This, I might be wrong about this. I don't know that much about it, but my feeling is that 10 or 15 years ago, it had a reputation of just kids that wanted to be pop stars, and it was maybe not considered to be that cool. But I think that now the number of people who I've worked with who it's just emerged that they happen to go to the Brit School it's amazing. I mean, they really, because speaking to some people about what it's like there, I think that what they do really well is that they just make you believe that whatever you want to do is possible, and that you are, if you try hard enough, you might get somewhere. And they do that by just taking you very seriously, and whatever you've got to offer, they really, really give it a good load of thought. And just so that Black Midi came from Brit School, Kae Tempest came from Brit School. There's lots of people who you might not expect, but they're doing something right for sure. 確かにその通りだと思うんですごくいい影響があると思うんでね。確かにそのブリットスクール多くのすごくいいアーティストが出てきているんだけれども、そこまで詳しくは知らないんだけど、なんか10年か15年ぐらい前だとブリットスクールに行ってる子たちって結構ポップスターをこう目指してる、なりたい人っていう感じで、あんまりクールなイメージがなかったんだけど、今の子たちっていうのはそれこそ自分が仕事した人で聞いてみたらブリットスクール行ってたんだって聞くと、なんかすごい子たちが結構多くて、でどんな感じなのって聞いたら、なんかやっぱりその自分たちがこれだと思うものは頑張ってすごく努力すれば絶対実現できる、夢を実現できるし、なんか何でも可能なんだっていうことをこう、信じさせてくれるような、背中を押してくれるような、教え方をするらしいということで、ブラックミディやケイテンペストなんかも、実はブリットスクール出身だったりするんだよ。今の若いそういうロンドンのミュージシャンってこれからのそのある種のなんていうのかな、そのみんなどういうところにゴールを置いてらっしゃるんですかね。What are their goals? Like what do they want to achieve? I guess. Do you think?
例えばなんかウェンブリーでやりたいとかわかんないけど、なんかブリッターアワードでなんか取るとかなんかわかんないですけど、そういうことなのか、もうちょっと。No, I mean, I think that I think they just want to make interesting music that people will listen to, and I don't think anyone, not in this scene, I don't think people have particularly want to, make a huge amount of money from it. They just want to be able to show their songs. I mean, obviously, everyone would like it if they had massive worldwide success, but I think really the goal seems to be to just make better tunes and have everyone be able to listen to them. The atmosphere in the Windmill, for instance, it's really, it just plays to itself. Just most of the people in the audience will be in bands that would be playing there in other nights, and it's just everyone goes to watch and just support everyone else. It feels like it's quite, that's the aims are quite. No. It's about the music. みんなやっぱり普通に面白い音楽を作りたいっていうところに尽きるんじゃないかなっていう、少なくとも自分が仕事してるこのシーンの、子たちっていうのはその大金稼いで金持ちになってやるっていう感じよりも、自分たちのその作った音楽を多くの人に聴いてほしい、それは世界中に大ヒットするようなものが作られたらそれに越したことはないけれども、それよりもより何かいいものを作りたいっていう気持ちが大きいかなと。でウィンドミルなんかの雰囲気にしても、見に来てる人たちもいわゆる同世代のアーティスト、他のバンドの子たちがやっぱり来てはお互いサポートし合い、切磋琢磨サポートし合いながら、そのシーンを作ってるっていう印象だよね。同様にダンさんはどこに目標ゴールを設定してるのかなっていうのは、スピーディーワンダーグラウンドっていうのは一番最初250枚でしか7インチをすらないって話を見かけて、今は500枚ぐらいするのかな、分かんないですけど出してるって話を聞いて、ってことはもう250枚以上は売れないわけじゃないですか。ってことは、Yes. メジャーレーベル的な発想とはもう全然違う価値観で今生きてらっしゃるのかなと思うんですけど、そのあたりどうなのかなって。Yeah. Well, I think I'm trying to. I don't. Yeah, we still do 250 because I don't want it to be. It's about the process of doing it. I want to enjoy the process of doing it. I do like the idea that it's a platform because like you say, people, a lot of the bands go on to do, go on to other labels, and obviously. It's not the final thing. It's a way of starting something off. So I guess my aim with that is to, have it perceived as a label with good taste, that releases interesting things. But then maybe other labels can pick things up if it needs to get bigger. I mean, I'd like Speedy to get bigger and be able to do albums. But again, it's all about, for me, it's all about making interesting new sounding music and getting it out there. I mean, obviously I'd be doing if I wanted to make tons of money, I would be making a different kind of music because there's plenty of money to be had from some kinds of music. But the idea of working on something that you feel is cheesy or you don't like is horrible. So I just want to create a situation where I can do what I want and just as long as it can carry on, it's fine. 今でも250枚なんですけれども、やっぱりその250枚をすってやってるっていうそのプロセスが大事なのかなっていう。で、一つのプラットフォームですよね。先ほどおっしゃったように、いわゆるここから次のもっと大きいレベルに巣立っていくっていうバンドもいるっていういるわけだから、いわゆる到着点っていうよりも一つのいわゆる出発点みたいな位置づけだと思うんだけども、そんな中でレーベルはすごくやっぱりいいセンスしてるよねとか、すごくいい作品出すよねっていうふうに見てもらえたら嬉しいし、そして大手のレーベルより大きいレーベルがこのバンド面白いなっていうふうに発見する企画になったらいいし、で個人的にはアルバムとかも出せるぐらい大きさっていうのになれたらいいなと思うんだけれども、それよりも新しい面白い音楽を作って世に出していきたい。でお金を稼ぎたいんだったらこういう音楽を作ればヒットするし儲かるなってのも分かってるけど、でも自分が好きじゃない音楽をいくら作ったって楽しくないし、それだったらやっててもあんまり意味がないかなという。こ
これすげえ話ですね。まさしく今なんかダンさんがその、ウィンドミルでなんていうのかな、アーティストを探してるのか、ダンさんが探されてるのか、こう並んでる素晴らしいアーティストたちはまさにそのダンさんの思想を全く受け継いでるっていうか、今の日本の若い子たちも割とそうっていうか、お金を大金を稼ぐことよりも自分が本当に楽しいことってなんだろうっていうフォーカス、そういうことに対してこう人生のモチベーションを持ってる方ってすごい日本でも多い僕の印象があって、なんかそういうムードがなんかお互い引き寄せ合ってんのかなって今お話を聞いてそういう印象を受けたんですけど、なんかそういう風に感じますダンさんも。Well, yeah, I mean, I suppose it's probably always been like that, really, because there's people always want to meet people who are like-minded, and if one, because like you say, it's a two-way thing, because a band is going to want to meet someone who can help them make a record, but also producers need bands to work with, so it's not there'sそう思う。そうですよね。やっぱりみんな同じような考えの人に出会いたいと思ってるわけで、でバンドにしても当然ね、自分の音楽をプロデュースしてくれるプロデューサーを探しているわけだけど、でもプロデューサーにしてもやっぱり仕事をするバンドがいなければプロデュースする作品がないわけだから、やはり同じ思いだと思うんですよね。そう思うね。確かになんかダンさん、割とここ最近っていうのはなんかラップトップで作るトラップミュージックであったり、コンピューターでプラグインを使うすごいデジタルなね、まるでなんかフォトショップで加工されたような音楽が割とシーンを作ってたなと思ってたんですけど、こうしてダンさんが作る、僕も実際にこう俺の曲をアレンジしてもらって、すごくやっぱりアナログで温かいプロセッシングをされてるし、それが立体的に音を作れてる秘密だと思うし、さっきの Go to Girl とかコンティニアスの話もそうだけど、なんかダンさんが作ってるそのバンドサウンドであって、なんかアナログな質感っていうものがこう少し息をロンドンで吹き返してきたなっていう印象があって、やっぱりそこはダンさんにとってすごいこだわりだと思うんですけど、あえてそこはダンさんがずっと変わらずにコアに持ち続けているところが、なんか今の新しい才能というか若いバンドたちのなんていうのかな、さらに羽ばたかせる飛躍させるパワーになってるんじゃないかなって俺は個人的にミュージシャン的にも思ったんですけど、ダンさん的にどう思いますか？Yeah, I think to an extent. I mean, I think that the computer-based music is really important as well, and I don't. I mean, I love that as well. I mean, I spend a lot of time making kind of pure electronic, digital stuff as well. But I suppose what it is that you're less, somebody in a band is probably less able to record themselves as a band, because it's just you need much more space to do that, and all the microphones, and you need the gear. And so that's something that if someone, in a way, doing the computer-based stuff is quite a private thing. I think it's something you just do it. You make a beat on your own, and maybe someone does a vocal over it, but you don't really need someone's help to be like, to do that kind of thing. And I think that's not to say it's not important. I think it's really, so I don't think the live sound is necessarily the future, but it's good to I definitely think it's good to promote that and kind of let people do it. Also, because ultimately it is more individual, or it can be more individual, because there's no, if you have an acoustic setup of some sort, as soon as you get a microphone in a room and an instrument involved, there's no two times that those things will sound the same, because of all the different variations in the room. Whereas a sampled 808 is kind of always going to sound roughly the same, and that there's people, I mean, I know that it's not always done like this, but
you do hear a lot of, like with trap, you hear a lot of stuff, and it's just the sounds are just the same. They're from the same sample pack, and nothing's going to happen to them. But then I suppose, you know, there's nothing, you know, then it becomes about something else. With that, it's about the lyrics, or it's about, and that's different every time. So I mean, I don't think you can put one of them down. But the organic sound, I mean, that's something I really enjoyed about mixing your stuff. Thank you. It was so well recorded, but there were two things going on. Part of it seemed really hi-fi, and everything was mic'd with so many different mics, and so really carefully done. But then some of it felt really unhinged, and kind of the vocal performance was just so full on, and so it felt really immediate. And then some of the other recordings felt so considered, and so I think that's why it has a kind of three-dimensional sound, because there's a lot going on, and it was so carefully made. I thought I loved working on that. Wow, thanks. Appreciate it. 自分自身もねコンピューターで音楽作ってるし、そういう音楽もすごくこう大事だと思うんだよねってすごく、完全にエレクトロニックなこうスタッフ曲を作って、楽しんでるし、ただバンドの音楽の方が結局人に頼らないとレコーディングができないよねって、自分たちだけでいわゆるそのレコーディングしようと思うとやっぱり空間もいるし機材も揃ってなきゃいけないしっていうところがあるので、よりやっぱりコンピューターで今の卓録じゃないんですけれども作ってる方が、ビートを自分で作って、ひょっとしたらボーカルで誰かを迎えてっていうのはあるかもしれないけど、人の助けをそれほど必要としない。だからといって大事じゃない、どっちの方がいい悪いっていうわけではない。でそのライブいわゆる生楽器を使ったバンドのサウンドっていうのが、これからの未来なのかっていうとそれは分からないけど、僕としてはすごく応援したいと思ってるし、で何がやっててすごく面白いなと思うのって、やっぱりそういったその生楽器を録音する時ってマイク立てて、で楽器をつないでこう録音するんだけど、結局いわゆるこの取れた音に影響を与える要素っていうその変数っていうのが、値がものすごくいっぱいあるから、二度とって絶対同じ音になることはない。だけどもその808を使ったサンプリングだったら結局何回やっても同じサンプリングが出てくるという、その違いはあるよね。で例えばトラップとかにしても結局同じプラグインを使ってたら同じような音をみんな使って曲を作ってるわけだけど、でもその分歌詞とかの部分がすごくやっぱり人によって全然個性が違ってくるから、そういった意味で、どっちがいい悪いというのは決してないと思う。でそれ一方でまさやさんのその曲を僕が去年ミックスしたのはすごく楽しかったのは、まずすごくよくレコーディングができてるっていうふうにすごく思ってた。方やすごくハイファイで丁寧にマイクがたくさん使われて丁寧に作られてるなと思う一方で、ボーカルなんかはもうすごく生々しさっていうのがもう全開で取られてて、だからこそ多分立体的に仕上がったんじゃないかなっていうふうにすごく思いましたよって、すごく楽しくでミックスすることができました。ありがとうございます。なんだ例えばレーベルみたいなものとか、そのプロデューサーみたいな存在とかって、インターネット出てきてから以降、ずっとそれは要するに中間搾取してるある意味悪いやつらだっていう、でそういう人たちもいたとは思うんですけど、ところがやっぱり必ずしもそうでもないっていうふうな気もするんですよ。ただその時に、なんか今までともしかするとそのプロデューサーっていうものの存在とかレーベルっていうものの存在のあり方っていうのはちょっとはなんか違うものにはなってきてるのかなっていうふうに思ったりもするんですけれども、今例えば本当にバンドにとってそのレーベルっていうものが果たすべき役割とか、そのプロデューサーっていう人たちが果たすべき役割っていうのはどういうものだっていうふうにお考えですか？Well, I think the role of the producer probably hasn't changed so much in that I think that, you know, a band can always benefit from someone who understands what they're trying to do and is able to help steer the direction of it and just keep. When you're on the inside of it, when you're in a band, it's quite easy to get lost because you go off, you think you're going in the right direction, but actually you're going somewhere that isn't going to lead somewhere. And so it's nice to have an external person. And
and then I suppose producers have always been into the, good at getting their own kind of sonic things. I think I've definitely got a sound as a producer that I like to create and I know how to create, or at least I'm learning how to create. And so with a band, I think that my role is quite, I imagine it's the same as producers have been. I mean, obviously in technical terms, maybe they're slightly different because, nowadays a band can, you can do a lot of stuff beforehand. So, I mean, sometimes it's useful, sometimes it's not, but it's not, the studio isn't quite such a sort of alien place as it used to be, I suppose. So I don't think that's changed all that much. I think that with labels, it's slightly different, but you could argue that if you could not have a label and you could just put your music up on SoundCloud and just and see what happened. But I think that really, if you look at what goes on behind the scenes in a label, I'm not really talking about because it's strange. My relationship with the labels, with Speedy Wunderground, is still very much to do with making the music. Pierre and Alexis, who are the other two people that I run it with, they do. I mean, I think that in some ways their job is harder than my job. Pierre has to, once I've delivered a record, he has to map out all these different timelines of when it's gonna come out and what's gonna, we get press and radio promotion and stuff, and it's just really, it's a complicated thing doing that. Not just logistically, but knowing who's the best person to bring on for you've got an album coming up, you need to choose all the right people. And there's a big team that goes into even what might appear to be a small label and a small album. There's loads of people working all the time on it. So I think that it's dangerous to say, the label's just a middleman, because they're doing a lot of stuff which, if you don't do, you're less likely to have a success with it, so I mean, I'm sure some people do okay by putting stuff out directly from their own platform, but you have to be quite lucky, I would imagine. プロデューサーに関してはあまり役割っていうのは変わってないと思うんだよねっていうところで、なんかやはりそのバンドに、特にやっぱり若いバンドって自分たちがやろうとしていることをちゃんと理解してくれて、でそれをこう伸ばしてくれる、引き出してくれる人っていうがいることですごく助かる部分って多いと思う。結構迷走することって多くて、自分たちでこの道が正しいと思い込んでても、なんかやっぱりそうじゃないよ、実はこっちの方がいいんだよっていうふうに、うまくこういうふうにこうガイドしてくれる、導いてくれる人が、その第三者、冷静な耳、感覚を持って第三者がいることによってすごく助かる部分も多いと思う。で、あとプロデューサーに関して言うと、やっぱり音の部分、やはりこう僕も僕でこう自分のその好きなこういう音っていうものが好きな音があるわけなんだけども、そういった意味でやっぱりこういう音を、その音作りっていう部分の、その職人っていうところもすごくやっぱり大事だと思うんだと。あとはそのテクノロジーの部分になってくると、昔とはやっぱり違うわけで、バンドでもその前もってある程度自分たちでできる、作ってこれるものっていう、作り込んでこれるものっていうのはある。それをね、実際その最終的な作品に反映させるかどうかは別として、だからスタジオが昔ほどいわゆるこう謎めいて、もう人に任せないと何が何だか分かんないみたいなところっていうのは確かになくなってるかもしれない。でレーベルに関しては、それこそ本当に作り手が自分で作った音楽をそのままサウンドクラウドにアップするっていう、その世の中に出すっていうこともできないことは全然ないんだけども、自分の場合はスピードワンダーグラウンドって自分も音を作ってる、音を作った音を他に2人、ピエールっていう人とアレクシスっていう人がそれを世に出す手伝いをしてくれるわけなんだけども、出来上がってからじゃあそのプレスをいついつまでにどういうふうにやるのかっていうスケジュールっていうところもあるし、どういうふうにこうプロモーションをしていくのかっていう、やっぱりそれをこう企画する人とかプランニング、じゃあ誰に渡すのか、どのタイミングで渡したら世の中の人の耳に届くかっていう、結構そのただ物理的にその物流の部分周りだけではなくて、その人の耳に届くためにやらなきゃいけない作業って結構多くて、単なるまだその中間搾取的なよりも大き
いっぱい結構やってることはあるんだと思う。なのでレーベルの助けがあってこそそのレコードが人の耳に届くっていう部分はまだまだあるんじゃないかなっていうふうに思う。スピーディーワンダーグラウンドみたいなレーベルは過去にもあったと思いますか？例えばダンさんがお手本実はこういうレベルをお手本にしたんだみたいなのとかってあったりするんですか？それともなんかもう実はロック史上初の試みなのかなとか、そうそうそう、実は誰もいなかったみたいな、どういう認識なのかなって。Yeah, it's more that it's because I mean obviously there's labels that I love, and like Domino and Heavenly, Warp, Mute. There's all these labels that I love, the records they put out, and I love working with them. But the whole thing was to make something that wasn't really like a label, even because it didn't. Because I wanted it to be a different thing. So yeah, no, it's kind of. I think at the beginning I didn't even really refer to it as a label. I can't remember what I called it. Just called it a singles club or something. It didn't, but I mean, obviously it is a label, so, yeah. ドミノとかヘブンリーとかワープとかミュートとか、もちろんねすごく好きなレーベルもたくさんあって、で出す音楽もすごく好きで仕事もしたことがあるレーベルはあるんだけれども、やっぱり自分がやろうとしたことをやってたレーベルってそんなになくて、なんかやっぱこれまでのレーベルがやったものと違うことをやりたいなっていうことで始めて、で最初のうちはそれこそもう自分のことをレーベルとも思ってなくてシングルスクラブみたいに呼んでたんだけども、実際やってることは実質レーベルなんだけどね。なるほどね。面白い。話変わるんですけど、ダンさん、割とここ最近、コロナなんで外国のことに目を向けることはなかなかみんな世界中の人できないと思うんですが、ダンさんから見て、ここ最近と日本で言えばですね、なんかこうアメリカやらヨーロッパでですね、YouTube カルチャーなのかシティポップみたいなものがすごくもてはやされるというか、また日本の 80s だったり 90s のカルチャーがこう、再注目されてるように、リスナーの方は注目してくれてるけど、例えばこうフォンティニアスとかウィンドミル周りでなんかこうなんていうのかな、音楽のその色眼鏡じゃないところで日本っていうことをどういうふうにみんなが見てたりするっていう空気感が話に出たりするのかとか、ダンさん自身がなんかこう日本っていうことに関して最近何を描いてるのかなっていうのは、なんかダンさんのパースペクティブでなんか日本っていうものを知ると僕たちのなんか新しいヒントになるんじゃないかなと思ってちょっと聞いてみたかったんですけど。ちょっと長い質問です。Well, yeah, I mean, in the kind of scene that I'm involved with, everyone is so intrigued by Japan, and I've been to Japan a couple of times, and I love it so much. I think it is it's my favorite country that I visited in terms of just how beautiful and different the actual place is, and then but also everybody I met I found so welcomed, and I found myself being very welcomed there. And so I've always had this, and I've only ever been there on holiday. I've never been there to work. But my big kind of fantasy, but big dream I have is to go and make a record in Tokyo one day. I just think it would be cool. I get such a feeling when I go there. I really want. So I've told loads of people that's what I want to do. And anytime that, I mean, this is the sad thing about the pandemic, because just before, so this time last year, I was planning to come back to Japan, and there was a few bands that I was working with who'd had a few shows booked. Like, do you know PVA? They had a few shows booked in Japan, and I was thinking about trying to join them, trying to meet up with them, and I don't know, because I think for me, partly because Japan is the birthplace of so many of the electronic instruments that I'm obsessed with. I feel that it's spiritually it's the place to go. I need to go there. Every time I go to Japan, I always come back with loads of synths.
I bought the shop 5G. 5G. I've spent so much money in there because every time I see, I got a Jupiter 8 the last time I was there because here they cost so much. They're ridiculous. They cost like 20 grand. You saw it. And there it was, and I was like, I've got to buy it. And they were like, and my wife was like, how are you going to bring it home? I was like, I don't know, but I've got to buy it. It was ridiculous. I bought so much, but anyway, I think that for that reason, it feels like an important thing to go and to do some recording there. And also just some of the music that I've heard is just so strange and so intriguing. Wool in the Pants. When I heard that, I was just like, what? Oh, I don't know. It's just found it really interesting. And so, yeah, I mean, for me, I would love to get more involved in, and when I was working on your stuff as well, I was trying to picture the studio. I've always meant to ask you this, I just couldn't picture it. I just picture this huge place with like so many, so nice. I don't know, it just felt so kind of serious, like, that's what I was saying. It's just so well done, and I'd love to kind of go to the place that you did that. So yeah, I'm intrigued by it, and I really want to go and even like going to the big record stores in Tokyo. They're just so much better than record stores here. There's so many records. I spent so long just like, oh my god, I couldn't carry everything back, so I'm intrigued by the scene there, and I think that's everyone I've talked to. That's the dream, is to get a tour in Japan or play Fuji Rocks or something. Or like, I don't know, just and again, a lot of this stuff was kind of looking like it might have happened last year and this year, and then it can't. So. 僕自分が関わってるシーンは本当にみんな日本に魅力を感じていて、自分自身も2度日本に行ったことがあるんだけど大好きで、世界中で一番好きな場所だよと。で行ってみると本当に美しいし、他と全く違う国だし、会った人みんなによくしてもらって、残念ながら仕事ではなく普通に、旅行で来たんだけれども、とにかく、次はいつか東京で自分がレコーディングをしたいなっていうふうにすごく思っていると。で行くとすごく感じる雰囲気があるから、なんかそれをやっぱ音にしたいなってすごく感じるんだよねと。で実はコロナになって去年コロナになってしまったんだけども、去年の今頃に日本に行くはずだったと。ちょうど PBA、 自分が仕事したことがあるバンドが日本でライブをやるっていうので、同じタイミングで日本に行くつもりだったんだと。で日本のやっぱりたくさん日本のメーカーが電子楽器を作っている、たくさんの電子楽器が生まれた国ということで、もう行くとやっぱりすごくシンセということで 5G 原宿にあるところですよね。原宿にある 5G で行って、もうそこでもう盛り上がってすっごいお金を使ってジュピター8も買ったらしいんですけど、なんかイギリス買うと2万ポンドとかするっていうことで、まあ日本でだったらなんとかなるだろうっていうことで、奥さんに「あんたどうやって持って帰るのよ」って言われながら「いやもうこれ買わなきゃいけないから」っていうので、もう買って、持ってったと。で本当にレコード店にしてもレコード屋さんか日本のレコード屋さんも全然他のどこのレコード屋さんよりも充実していて、たくさん買って、それも持ち帰れないぐらいたくさん買ったと。で日本の音楽もみんなすごく興味があるし、ウール&ザ・パンツとかもすごく面白いと思うし、であと三船さんのそのミックスをした時に音を聞きながら、一体これはどんなスタジオで撮ったんだろうっていうのがもう気になってしょうがなくて、あまりにもすごくうまく撮れてるから、ぜひ日本にいた時はどんなところで撮ってるのかっていうのも見てみたいなっていうところで、シーンのみんなも本当に日本が好きで日本をツアーしたい、みんなフジロックでプレイしたいみたいな、で去年本当に行くはずだったのに残念行けなかったっていう人たちもたくさんいますよ。そうですね、ありがとうございます。実際どういうところで撮られたんですか？あれはもう普通のレコーディングスタジオで、ちょっと大きいスペースがあって、コロナの中でちょっとロックダウンが明けた後だったんで、結構大きいみんながセパレートできるようなところを借りました。それ東京にあるスタジオだから、もうね、コロナが明けたらダンはぜひ僕たちのレコーディングのために東京に来てください。
これは結構シリアスにやってみましょう、トライ。ね。Oh, I'd love to do that. ね、そうでしょ。Yeah. ダンさんのところ多分そのなんか仕事してほしいっていうオファーが多分バンドとかいろんなレーベルとかから殺到してるんじゃないかと思うんですけど、なんか Yeah. なんかどうやった仕事を一緒にやっていただけるんですかね。どうやってお引き受けいただけるんですかね。Well, I mean, yeah, no, picking the things to work on is one of the hardest parts of the job because once you've decided to work on something, it's a commitment. Yeah. And so I think that if when I come around to doing a second album or a third album with someone, that seems very natural because you build the relationship and it's really nice. So I'm doing the third Fontaines album soon. And with Kae Tempest, we've just finished our fourth. And so those ones feel very natural. With new bands, what I always think is, what if I didn't do it, would it be, what can I add to the project? So there are some things where I'm asked to do it, but I don't think that I would change it that much because I think it sounds either it sounds really great to me as kind of as it is, and I think they should just do what they're doing, or I don't really understand it and there's not really much I could bring to it. So I like to do the things where I feel I really understand what they're trying to do and they're not quite doing it, so I can really help them. But also I think that things that are outside your comfort zone, just because they're different, I think they can be really important to do as well, because so that rather than sort of go, if there's a band and I'm the obvious choice of producer, that might be great, but it might be that might be better that they choose someone less obvious. And similarly for me, it might be interesting to do a band that would be difficult. I'd need to think about it a bit. So I don't know. It's also to do with the people as well. I always try and meet the people in the bands first, and it's important that I get on with them. I don't know. But yeah, I'd love to work with you. バンドさんミュートになってますね。Love to work with you が最後に入りましたね。すいません、ミュート。どの仕事をやるかって決めるのってなかなか難しくて、一度決めたらしっかりコミットしなきゃいけないわけだからっていうところで、一度仕事をしたことあるバンドの、セカンドとかサードをやるっていうのは、お互い気心が知れてるっていうので、それは本当に全然やりやすくていいんだけれども、なので今度Fontaines DC の次のアルバムをやるし、あとKae Tempestの4枚目かもやる予定なんだと。で、新しいバンドの場合はなんか自分がそこに何か貢献できるなっていうふうに感じなきゃいけないっていうのかな。なんか自分が例えばなんかもう自分がやらなくてもなんかすでに出来上がってる人だったらもういいじゃんって思うし、自分が加えるものはない。あるいはやってることにいまいち共感できなくて何をしたらいいのかがわからないっていうのもちょっとやっぱり難しいと。なのでやるんだったら自分はすごく共感できるんだけど、いまいち今ここうまくできてないけど、ここをちょっとなんか手伝ってあげたらなんかすごくいいものになるなって思えるものっていうのをやるかなと。でもと言いながら自分が普段慣れ親しんだもの以外のものをやるのもある意味大事なんだよねっていう、なのでこの人だったらこの人だよねっていうようななんかもう明らかに分かりやすいチョイスっていうよりも、あえてこの人ってあるいは自分にしてもあえてこのバンドをやるみたいな選択っていうのも結構大事だったりする。具体的に何っていうのは分からないんだけども、あとは人が大事なので仕事をなんかバンドと一緒にするときは一回そのバンドに会って、気が合うかどうかっていうのが大事ですと。と言いつつぜひ
三船さんともお仕事したいですと。そうすごい。ありがとうございますって。ちなみにダンさんロックのプロデューサーとして今回紹介させてもらったんですけど、スピーディーワンダーグラウンドだとジャズとかヒップホップとかに、どう考えても比べるだろうっていうアーティストも出されてると思うんです。そういうアーティストもどんどんやっていきたいっていう考えもあるんですか？Well, I mean, yeah, I mean, I do a lot of electronic stuff. I wouldn't say that I've done jazz records though, really. I just think, I mean, to me, just it's experimental music. Not even really experimental music, but quite experimental music. It's quite good. So it can be electronic or it can be guitar based, but it doesn't. I don't. It's as long as it's just a bit different. なんかエレクトロニックは結構やってるし、ジャズっていうよりもどっちかというと実験的エクスペリメンタルかなっていうものなので、エレクトロニックでもいいしギターベースのものでもいいし何でもやりますよって。何でもやる。これはお願いしたい限りエクスペリメンタルだから。そうだよね。なるほど。個人的な質問なんですけど、個人的僕の趣味の話なんですけど、シニード・オブライアンっていう人の「Taking on Time」って曲本当に僕死ぬほど好きだったんですけど、あの方は今どんなステータスでいらっしゃるんですかね。ちょっと応援してるんですけど。Oh, really? Well, yeah, we've just made another single. So Sinead's going to be she's not doing it on Speedy Wunderground anymore, but she's doing it on Chess Club. We've made one EP for Chess Club last year, and we've just done another single. But we're about to start working on an album. So we'll do that later in the year. I'm also doing another project with Sinead, which is it's kind of, this sounds a bit strange, but I'm really interested in physics and in kind of time and what space is. And so what I'm going to do is get some essays written by some quantum physicists. People like, do you know Carlo Rovelli? He's a really good writer. He writes really clearly about quantum mechanics and space-time. Anyway, so I'm going to try and get him to write some essays, or maybe just use extracts from his books, but then using the Swarmatron, make these really intense beds of music, and then Sinead's going to read the essays out over the top. マジか、すげえ良さそうじゃん。The idea is that if you listen to it, it might just I'm going to make the music really good, like really intense. Not like not like music from this background music in a documentary where it's just a bit like in the background. We're going to make it quite hard, but then with the really beautifully recorded essays about the nature of time over the top, and just so it's made like a record, but when you listen to it, it will just make you just put some questions in your mind, and you might want to go and read something or find out more, or just I don't know. But that's what. So we're going to work on a new album for her as Sinead O'Brien, but we're going to also do this scientific thing. シニード・オブライアンさん、まだ新作もまだやってますけど活動していて、一緒に今度シングルを、作る予定で、今は、自分のレーベルにはいないんですけども、チェストクラブというレーベルで EP、シングルを出してアルバムも作ろうかという予定になっています。で実は彼女と別のプロジェクトをやっていて、音楽と関係、あるんですけど、物理に興味があると、特に量子物理学にすごく興味があって、時間とか時空の、そういった概念とかそういったものに興味があって、でカーラ・リベリーというすごく、その分野で活躍されている人がいて、でその人にエッセイを書いてもらうと、でその時空に関するでそのエッセイ書いてもらったのを、自分がスワーマトロンで書いた音楽に対
対してシニートさんが、そのエッセイを朗読するというようなものを作ろうと思っていて、で単なるいわゆるドキュメンタリーとかにありがちなバックグラウンド音楽ではなく、結構ハードなすごく雰囲気のあるかなり存在感のある音楽を作って、でその上に素晴らしいエッセイを読んでもらって、で、聞いた人がなんか聞いた後になんかこう本でも読みたいなと思ってくれるようなそんなものを作りたいなと思っています。それめちゃくちゃ楽しみなんですけど、それダンサーの企画なんですか？ Really interesting. But did you come up with the idea for that? Yeah. Really? I came up with it a couple of years ago, and originally I was going to do it with. Have you ever seen that series on Netflix called The OA? ネットフリックスのシリーズやってる OA っていうのを見たことありますか？ちょっと見てないよ。No. There was someone in that show who I'd spoken to about doing it, but then she got too busy doing another show or something like that, and so we left the idea for ages, because this was about 3 years ago maybe, and then I hadn't thought about it for a while, but then I was in the studio with Sinead and we were just trying some stuff out with Swarmatron and speech just to see what it was like, and her voice sounded so good, just speaking quite slowly, and I was like, oh my god, we should try this. Well, are you interested in physics? She was like, yeah. So we kind of like just shared some books on astronomy and stuff like that. So I think it's going to be really good. なるほど。なんかもともとその OA という番組に携わった女の人と一緒に数年前にやろうとしたんだけども、その人が忙しくてできなくて、で今回その CD リードとスタジオに入った時にそのソマモトロンに対してのそのいわゆるスポークンワード的なものがどういうふうになるかって言って試してみたら、彼女のやっぱ声がすごく美しかったので、物理学とか興味あるって聞いてみて、じゃあ本とかを交換し合いながら、物理とか天文とか天文学とか、それ宇宙とか時間とか時空とかそういったものについてのことをやろうということになった。すみません、スワマトロンって何ですか？ The Swarmatron is it's an 8 oscillator monosynth. So you play a note and you get 8 oscillators tracking the pitch of the note that you're playing, and they start by playing all the same note, but then you turn this control that's labeled swarm, and the pitches of all the oscillators change. Some go up and some go down, but they all remain equally spaced, so that you turn it and eventually you get a chromatic scale in semitones, and then you turn it a bit more and you get a whole tone scale, but you can keep turning it until you get 8 octaves. It spans the whole frequency range. It's a really, really amazing sounding synth. Like, do you want me? Shall I? It's here. Do you want me to? Yeah. Please. 8オスレーターモノ絶対説明そうオスレーターが8つあるモノシンセなんですけれども、ピッチをどんどんこう変えることができると、8オクターブ出て、本当に周波数をこう全部網羅できるそれこうものだとつながってるので音を聞いてください。そうですね。すいません。シンセサイザーに詳しくない人に説明すると、オシレーターというのは音を発信する機械で。普通そう1音に対して1オシレーターなんで、大体12音出すには12個ついてるとか、でもそれ12和音コードを出すためなんですけど、これモノシンセなんで 8個音が発信するのに音が1個しか出ないっていう。なるほど。だから単音しか出ないけどすごい複雑な倍音を構成できるっていう、ちょっと狂ってるやつですね。マジで？さっき音聞いたけど本当に聞こえるかな？ No, I can hear it. 聞こえない。すごい。Can you hear that? Yeah. Perfect. Beautiful. モノなのこれ。それ今の聞こえてない。ないです。No. 多分そのうちで。来た。What? これはすごいな。超いい音する。これで物理学のアルバム。これはもう絶対聞きたいっていう。切れた。これはすごい。これやばいよ。
これやばいな。なんか聞こえてる音と聞こえてない音そうがなんか触れてる。残念聞いてる感じはするんですけど、いやこれ聞きてえな。 No, No, it's not. right. Yeah, beautiful. すごい。これで Yeah. すげえな。これでその Sounds It's quite strange. Yeah. ね。量子物理のやつやるわけですね。なんかこれは100%モノあれでしょ ?100% アナログシンセでしょ Yeah. ねだけどなんか音がまるで FM シンセのように聞こえます。あ、優しい。Yeah, it sounds kind of. I mean, there's less harmonic content than with an FM synth. You know, I think it might be distorting in here because I think that when you hear it, it's basically just 8 sawtooth waves, and they don't interact with each other. They just spread apart. I mean, interestingly, there is a modification you can have to the Sormatron that's called an FM mod, and I think that it modulates uses one of the oscillators as a carrier to modulate the others, and then you get some like bizarre chords. But I need to bring it to New York to get it done. あ、そうなんだ。I ハー can't モ travel ニ at ッ the ク moment. スがないんですよね。ごめんなさい。多分私これ絶対ちゃんと訳せないと思うんですけども、この部屋がちょっと歪んでしまっているんですけども、基本的には8つのその音の波、音波、をこう出してて、それがこうちゃんと独立してこう重なっているということですよね。で、FM モードっていうこうモジュラーを足すことができる。で、そうすることでこう8つのうちの1つがこうキャリアになってっていうのがあるんだけど、ニューヨークにも機材を持ってってそれをつけてもらわなきゃいけないのかな。なるほど。そういうモードもある。すげえなみません、ギークな会話を翻訳ありがとうございます。すごいな。スピーディーワンダーグラウンドのホームページでスワマトロンを使う、もう必ずってニュアンスだと思うんですけど、使うっていうふうに見かけたんですけど、それってなんでなんですか。かっこいいから。Yeah. Yeah. And I think, it's kind of, I suppose I think I started Speedy Wunderground around the same time that I got a Swarmatron, and I was just obsessed with the Swarmatron. And I just used to spend days just listening to it and just going like that. And so I kind of thought that maybe, also I don't know anyone else that's got one. And it's just a fun thing to kind of do, if you've got a record, to just force one thing into it every time. And sometimes it's a fairly small part. Sometimes it's a drone that goes very quietly under the whole song. Sometimes it's a real thing over the top. It can be, but it definitely, because it's got such a characterful sound, I think it adds to the nature of the record. If you heard a record, you'd know. I mean, there's a few reasons why you might know, but you'd definitely be able to tell that it was a Speedy record because it has this kind of. Yeah. なんかすごいこうちょうどスピーディーワンダーグラウンドを始めた頃にこのスワーマトロンも手に入れたので、なんかもうタイミングがぴったりあって、もう毎日もう超ハマっていて、で毎日ずっと聴いてて、で周りに持ってる人もいなかったので、すごくこう自分の独自のその音が出せるっていうところで、もう何でもこう入れちゃってたっていう、本当にちょっとしたパートだったり、あるいは1曲の間でずっとこうドローンが鳴ってるっていうやり方もあるし、あるいは結構こうピコピコ目立つ音をこう重ねるっていうどんなやり方でもいいんだけど、なんかそのスピーディーワンダーグラウンドのレコードに必ずなんかこんな感じの音入ってるよねみたいな、そのなんかなんていうの、夜勤じゃないんだけどもみたいな感じですよね。になるかなっていう。あ、面白い。面白い。それは今まで今日紹介したケイ・テンペストやフォンチニアスなレコードにも入ってるんですか。あなた使った。Yeah, it features quite heavily in Fontaines DC. In A Hero's Death, it comes up in 3 or 4 songs in そうだ there. よね。And also, 新作には2、3曲に入ってますよ。3、4曲か。すげえ。and on Black Midi, it's there. I mean, it's on most records that I do really. The first Kae Tempest album, Everybody Down, is basically just Swarmatron and drum machine.
Cool. 大体 All of the synth on that is Sormatron. 大体自分が手掛けたものには使っているブラックミディもそうだし、でケイ・テンペストのファーストは Everybody Down は、基本的にこのスワーモトロンと、ドラムマシーンだけで全部こうトラックを作ってる人。なるほど、すげえな。そのさっきおっしゃってたその量子物理のやつはどれぐらいの長さになるんですか。1時間ぐらいやっててほしいんですけど。I think it'd be yeah. I think it would be well an album length, yeah, maybe sort of 40-50 minutes. Yeah. 45分ぐらい普通のアルバムの長さかなと。すごい。最高じゃねえかそれ。I know that's not very long to answer all the questions in quantum physics. It's just to give you an idea. まあね、量子物理学の謎が全部それで解明できるわけではないんだけれども、そこで説明できるわけじゃないんだけど、まあこんな感じっていうのは分かるかなって。なるほどね。わかるわかるわかる。いやーすげえな、面白い。もっとスワマトロンのことを詳しく聞きたいですけど、ダンさんはこれをどこで手に入れたんですか。どういうきっかけっていうか。I found out about it because I was looking. There's a music shop in LA that I like buying stuff from called Big City Music, and I was looking on their website, and I just scrolled across and saw a picture of it, and I just thought, wow, what's that? I hadn't heard it at that point, and they had a little feature on it, and they had Trent Reznor has one, and they had a little interview with him showing it. And I just, as soon as I heard it, I just thought, I've got to have one. And so I asked them, and they said, well, you need to kind of do it directly through the guy who builds them. So I was put in touch with him, and he built it. He builds them by hand, and it took something like 16 weeks to build. So I was anticipating it a lot when it came. I was really it's terrible actually when it arrived. I plugged it in, played with it, and I just thought it's amazing. And at that time I was just finishing off the first album by Toy, and we had a kind of party in the studio because we'd finished, and then someone spilled a can of beer into the Swarmatron, and I'd only had it for 3 days. Wow. And it was awful, and I had to ring the guy and say, that something got spilt in it, and he was really, really nice, and he taught me through how to clean it, and I got it working again. Okay. And then I got to know him because he, I was saying how usually all the oscillators are tuned to unison as their middle point. Yeah. I wanted to have it so that I could tune them to a chord, say to a major chord, and then do the swarm so that they kind of deviate from there. But I wanted to be able to switch between chords. And so I emailed him and sort of said, would it be possible to do this? And he just said, yeah, just next time you're in New York, bring it round and I'll do it for you. And so I took it around, and he was so nice, and he showed me all his other inventions, which are just amazing. Wow. He's a really, really clever guy. So can I just say that bit? Yeah, sorry, I keep going on and on. いやでも止まんないよね。ちょっとね長いんだよね。LA の楽器屋さんの大好きな楽器屋さん、ビッグシティミュージックっていうのがあって、でそのホームページに写真があって、でその時まで知らなくてなんだこれと思ったら特徴しててトレント・レズナーが持ってたと。でそのトレント・レズナーのそのインタビューが掲載されてから、もう絶対これ手に入れなきゃと思って、その楽器屋に連絡したら作ってる人に連絡しないと手に入りませんよっていうから、その人に連絡をしたら、実はある一人の人が手作りで作ってるんですって。でこう発注をしたら16週間かかったのかな、かけて作ってくれたんだけども、うずっとこう待ってる間もうドキドキワクワクしながら待っていて、でようやく届いたと。で届いて早速こうつなげてみてこう弾いてみて、わあすごいすごいって嬉しかった。ちょうどその時にトイの、ファーストアルバムのレコーディングをしてて、で完成してアルバムがもう打ち上げをスタジオでやってたら、メンバーの一人か関係者の一人がそのスワムトロの上にビールをこぼしちゃったっていうことが起きて手に入れて3日目なのにっていうふうに思って、その買っ
で、売ってくれた人にこう電話をして「すいませんこぼしちゃったんですけど」っていうふうに言ったらすごい優しい人で、こうしてこうしてこうしたら直せるよっていうのをこう教えてくれたっていうことで、おかげでその人とすごく仲良くなったおかげで、さっき言ったそのオシレーターが今ユニゾンでチューニングされてるのをこうコードにしてチューニングをしたいんだと、でそれでスイッチングをしたいんだけど、そういうのってできるかなって問い合わせたら「あ、できるできる、次ニューヨーク来たらやってあげるよ」っていうふうに言ってくれたんで、持ってってやってもらって、もうとにかくいろんな発明をしてるすごく頭のいい素敵な人だったっていう話です。それなんていう人なんですか？有名な方なんですか？ He's called Leon Dewan. And he used to be in a band called The Happiest Men Alive in the early 80s. And him and his cousin, Brian, kind of came up with the idea of the Swarmatron. But they make it's called Duanatron is the name of the company. You should look them up. I mean, they make some really interesting stuff. レオンさん、レオン・デュオンさんという人、80年代にハッピエストマン・アライブっていうメン・アライブっていうバンドをやっていて、いとこの方とこう考案したとこのソアモトロンをデュアヌトロンっていうのが会社の名なのかな。調べてみてください。サウンドオンサウンドをチェックしてる。これか。そう。ウェブサイトが出てきた。ドアマントロン、はい。One of the synths, one of the funny things about the Swarmatron is that to make it work, you have to put a key in. You start it with a key, like a car. But there's another synth that he makes called a Melody Gin, which in order to make that one work, you have to put money in it, like a pool table. ソアモトロンで結構面白いのが、そのスタートさせるのに車みたいに鍵を入れなきゃいけないんですって、操作する最初に。でもう一つ、シンセがあって、What's the name? Melody? Melody Gin. メロディー・ジュンっていう名前のシンセがあるんだけど、それはお金を入れなきゃいけないんですね、ジュークボックスみたいに。メロディー・ジュンってあるわよ。買ってこれ。こんなやつだ。なんかすごいよね。買ってね、これいいっすね、めちゃくちゃ。なんかうまく言えないですけど、レーベルのそのダンさんやってるレーベルの哲学とダンさんが使ってる楽器の哲学がなんとなく似てるような気もしました。素晴らしい。面白い。サンプルの音出して。Yeah, I think they do definitely. そうでしょ。ね。共通点あるかもねって。そう思う。素敵な話ですね。いやー、これ楽しみだね。なるほど。結構いい時間だよ、もう。そろそろ時間ですね。じゃあ最後に、例えば今いろんな話していただいて、ダンさんが今今いろいろ話してきたケイ・テンペストとかいるけど、何かこう今新しく注目している新しい才能というか、いいバンド、ミュージシャン、なんかダンさんがすごく気になっているものをちょっと教えていただけたらなと思うんですけど。I'd say PVA. Look out for PVA. PVA ね。PVA をぜひチェックしてみてください。そうですね。注目です。素晴らしい。Definitely チェックします。なるほど。皆さんだ。あれ今後あれですか、音楽はどうなってっちゃうんですかねって最後にでかい質問で恐縮なんですけどどうなっちゃいますか。Okay, how long have you got? あとどんぐらい時間あるの？ I mean, I think it's just it just gets more and more interesting really because it gets more. There are more influences and connections. なるほど。As long as once we can get through this pandemic, I think it will be fine. どんどん面白くなっていくと思うよって、いろいろなみんないろんな影響を今吸収してるし、でますます人がつながってるので、ますます面白いものが出てくると思う。もうこのコロナさえみんな乗り越えればいいんじゃないのって。そうですね。そうだ、それで思いました。今そのスピーディー・ワンダーグラウンドがコロナで最中にクラウンティンシリーズなんか曲を出すシリーズを始めたと思うんですけど、あの中で
レタートゥブライアン・イーノって曲があるのを見かけたんですよね。実は僕と今あちらでやってる若林さんと、Yeah. 通訳のバンドさんとで以前ブライアン・イーノもインタビューしたりしたんですけど、あの曲ってブライアン・イーノに向けて何を歌ってるんですか？ really? Well, that was it was the so I'd made the instrumental track, and then Clams from Warm Dusha. I asked him to do a vocal on it, and he was writing some lyrics, and then he just found a letter that he wrote to Brian Eno about 8 years ago, and he just said, "Look, this is a bit of a weird idea, but can I just read this letter out? Because this is exactly what I sent him. I never heard back." So that's just what he wrote. インストを僕が作ったものに対して、ウォームダッシャーの、クラムスが、何か歌詞を書いてくれないかっつって歌詞を書いてくれたんだけど、その時にたまたま彼が8年前にブライアン・イーノ宛てに書いた手紙が出てきたよって言ってでそれを読んだら面白いんじゃないかっていうことでそれをそのまま読み上げて、実際手紙を出したんだけど返事は来なかったらしい。なるほど。それはどういう内容の手紙だったんですかHe was wanting to get Brian Eno's help getting started in making music. You know, he had a band, they weren't getting anywhere. He just thought if he wrote to Brian Eno and said, you know, can you give us a hand, point us in the right direction? I don't think he was asking him to produce his record, but he just wanted some help. なるほど。何か僕たちバンドで駆け出しなんですけどなんか手伝ってもらえませんかって別にプロデュースをしてくださいって言ってるわけじゃないんだけどもなんかご指導いただけますかっていうのをお願いしたらしい。いい話だいい話だ。それを出して返事が来なかったんですね。No, he didn't reply. No. ひどいな、ひどいな返事してない。ひどいな。次のインタビューの時ぜひ聞いてほしい。同じような手紙をもらったら助けてあげます。あ、それはいいっす To help that person if you got a same kind of letter. Yeah. Yeah, I would try. Yeah, I mean that's kind of what Speedy. I get so many letters like that あ、そう。 from people, and I kind of even if I can't record with them, I normally try and give them some advice on their demos. I mean, sometimes you can't because there's too much. But yeah, I would like to think that I'd do that. 前向きにいつもやろうとはする、当然のようにその実際レコーディングができないスケジュールとかがいっぱいだって、できなくても例えばデモを聞いてアドバイスをしたりとか何らかの形で手伝いたいなと思ってますよ。素晴らしい。素晴らしいね。素素晴らしいです。ありがとうございます。いやすごいいい話でしたね。もう結構いい時間喋ったぞこれ。1時間以上全然やってますよ。もう2時間近く喋ってる。2時間近く。すみません。ちょっとねちゃんとご紹介を忘れたんですけど、通訳の萬野由里子さん。そうですね。それこそそのブライアン・イノのインタビューは、thank you. 萬野由里子さんでございます。本当にありがとうございます。これちょっと皆さん拍手を。お疲れ様でした。ありがとうございます。ごめんなさい。なんか最後に遅れちゃったんですけど、ダンさん今回去年ですけど僕の作品をミックスして共同に制作できたの本当にありがとうございました。素晴らしい音で本当は直接ね言いたかったんだけどちょっとこのデジタル上のこの場所を借りてお礼を言うのはちょっとあれなんですけど本当に光栄に思ってます。いつかダンのスタジオにも行きたいなと思ってるのでキープインタッチで。Yeah, definitely. すごいリスペクトしてますので、ありがとう。ありがとうございます。Okay, well you too. Thanks so much. Thanks for having me. ありがとうございます。じゃあ皆さん、ありがとうございます。大きい拍手でお迎えください。今日。Thank you. Thank you so Thank you very much. Thanks. Appreciate it. Okay. Bye. Good day. Bye. Bye. はい。これはどういう状態になるんですかね。最後なんかまとめをやろうっておっしゃってた気がしますね。まとめやります？まとめも何ももうすげえいい話だったっていう。終わろう。そうですね。終わろう。終わる。いや面白かった。いや面白かったな。万野さんすげえな。っていうのは本当にさすがに途中で長いってぼやいてたのもよかった。いや万野さん。If I'm done, then maybe I should go. いや大丈夫です。離れていただいて大丈夫です。Yeah, yeah. ね。But yeah, no, it's really nice
ありがとうございます。 Yeah. Well, really nice to meet you. ありがとうございま Nice, す。 nice to meet you. Have a good day. Done. Bye. Yeah, thank you. And yeah, I'd love to. When I come to Tokyo next, I'll come and find you. Yeah, Yeah. definitely. 東京に行った時探すぞと。すぐ見つかると思う。Okay. But yeah, okay. ありがとうございます。 Let's see you in 5Z で。 Okay. Bye. Bye. Night. も Yeah. うはい。よいしょ。なるほど。いやー面白かっまあ、素晴らしかったですね。まあそのバンドさんが素晴らしいって話はもうバンドさんが次回のビハインド写真をた。本当だな。もうすごい。 I completely forgot that I まだ was いた。まだいた。 talking too long. You know, it's talking too big chunks. So, すごいいいね。パンマさんと話して。あ、そっか。そう。all あ、 right. もういいのか。もうそっちの音はあれ？音どうなってんの？まあいいや。でもみんなパチパチ。 Okay, look, I'll go. I'll talk to you later. Okay. Thanks. いやー疲れた。ダンのサムネがひどいな。バンドさんありがとうございました。すごいな。ダンのサムネあれやばいな。お見せできないのダンさんも本当ありがとうございました。2時間たっぷりお疲れ様です。ありがとうございました。またぜひ今度、これ私切ってもいいんですよね。切ってもいいの。ちょっとブライアンインのまた呼んで手紙のください。話は今度してくださいね。そうだね。僕はダンの手紙が届いてよかったですね。もし届かなかったら、ダンズレーターみたいな曲を書かなきゃいけない。三船コーレンティンシリーズやんなきゃいけない。そうだね。そうそういやいや本当にお疲れ様でございました。ね、聞いてくれた皆さんもありがありがとうごとうございまざいます。す。でもなんかすごい生の UK のムードが聞けてすごい良かったです。ね、やっぱなんかいいよな、なんかなんつうのなんつったらいいんだ、あんま無理しない感じなんだよね。無理しないっていうかなんかあんまりなんかすごい大きい野心があるわけでもなく、やっぱなんかちっちゃくやってることにちゃんと意味見出すっていうかさ、てかそうでかくすると面白くなくなんじゃんみたいなのが結構なんかイギリスの実はなんか結構考え方なんだよなっていうのはやっぱり思ったな。そうですね。プロデューサーによってはアーティストより完璧主義者の人もいるわけじゃないですか。だってフィル・スペクターとか鉄砲を持ってたみたいなね、最近亡くなりましたけど、アーティストを脅してみたいな話も極端に言えばあるわけで、そういう中でなんかアーティストの個性を尊重し、で長所を伸ばしていくっていうやり方ですよね、端的に言って。でも自分の趣味もいい感じにスワマタのを通じて出してきて、最終的に終了、なんかでもなんだろうな、そうかな、なんだろうな、でもそうやって小さく積み上げていってマイペースにやりながらもちゃんとダンはなんていうの、まあ10年前も結果出してるし、そうだね。なんかこうセールスに結びつく時もなんか時代とダンが結びつく時のなんかまたそのタッチして離れてまたなんかタッチしてる矢先なんじゃないかなっていう感じもしてて、なんかそうやってコンスタントに積み上げていったこそなんかマイペースだからこそこう続けられてきたものみたいな、そうだね。なんかそれはコロナになってもやっぱりこう UK とかねなんか数字の激しいニュースとかどれだけこう被害があったとかそういうことしか今なかなか伝わらなくてね、なんかこう辛いニュースばっかりでしたけど、ああいう明るくスタジオで無邪気にシンセの話をするね、人がいると、そうマイペースだけどスローじゃないって感じです。ちょっとすみません、もうセットが崩壊しそうなので今。了解です。セットが崩壊そうってなんかすごいですね。後ろの壁この紙支えてたポールが倒れそうなの今。人がプルプルしながら支えてるっていう状況になってるので、おしまいですね。どうビハインドザシーン1回目うまくいったじゃん。いいじゃないですか。うまくいった。最高ですね。いやまたいいんじゃないですかちょっといろいろ今仕込んでますんでまたやろうなっていうことで、ちょっとあとは皆さん感想をね、ありがとうございますチャットなりツイートなりでまくし立てていただけますと、はい、より今後やっていく会が出るってものでございますって感じですね。というわけでお疲れ様です。皆さん今日皆さんありがことちらこそありがとうございました。じゃん。はい。またぜひお話ししましょう。皆さんありがとうございました。